こんにちは。糖尿病薬を服用中の皆様、あなたの足は今無事ですか？見た目に問題がなくても、本当に安心だと言い切れますか？血糖値さえ安定すれば安心だと思っていませんか？その油断が足を腐らせているとしたら、数字だけを信じて、体の変化を見逃していませんか？足のしびれや感覚の鈍化があるなら、今日の動画は将来歩けるか車椅子になるかを決める運命の内容です。今の選択が未来を左右します。年のせいと諦めないでください。老化ではなく、信じて飲んでいる糖尿病薬が原因かもしれません。思い込みは危険な落とし穴です。痛みの原因が薬だとしたらどう思いますか？守るはずのものが問題を生んでいる現実に向き合わなければなりません。これは科学的事実です。世界で最も処方される糖尿病治療薬メトホロミン。長年使われてきた代表的な薬です。この薬は血糖値には天使ですが、神経に不可欠なビタミン B12 を奪う恐ろしい側面があります。静かに体内のバランスを壊します。ビタミン B12 はなぜ重要か。私たちの神経は情報の回路、いわば電線です。電線の被覆のように、ビタミン B12 は神経を保護する材料です。これがあるから痛みなく滑らかに動けるのです。糖尿病薬はこのビタミンの吸収を強力に遮断します。良いものをとっても排除される。努力が報われない理由はここにあります。薬が道を塞ぐため、サプリも意味がありません。やがて神経の被覆は剥がれ、気づかぬうちに進行します。被覆のない電線から火花が散るように、足裏の神経でショートが起きています。その違和感を軽視しないでください。それがしびれや痛みの正体です。放置すれば足は徐々に衰え、確実に悪化します。恐ろしいのは感覚消失です。傷に気づけないのは足への死刑宣告。痛みは体からの最後の警告です。細菌が侵入し側が腐る切断の悲劇は、決して他人事ではありません。これは老化ではなく、薬による栄養欠乏の結果です。原因を正しく知ることが第一歩です。悪循環を断つ答えは、海の宝石のりです。身近にありながら見過ごされてきた存在です。のりは植物性で唯一、肉類に匹敵するビタミン B12 を含む神秘的な食材です。糖尿病患者にとってのりは単なるおかずではなく、損傷した神経を再生させる天然の修復剤です。赤い色素は強力な抗酸化作用を持ち、炎症抑制やがん予防にも役立ちます。しかし弱点があります。生のままでは成分が吸収されず排出されます。食べ方が重要です。ここで健康の差が出ます。なぜ日本人は海苔の効果を十分に得られないのか。理由は調理法です。油のない乾燥海苔を甘いタレで食べる習慣は、吸収の観点では最適ではありません。砂糖は血糖を上げ、油不足は吸収を妨げます。せっかくの栄養が生かされません。ビタミン B12 の吸収には油が不可欠です。油は栄養を運ぶトラックの役割を果たします。海苔に油を塗る韓国式こそ、理にかなった最高の科学的摂取法です。注意点もあります。エゴマ油は熱に弱く、扱いを誤ると逆効果です。直接塗って焼くと発がん物質が発生します。神経を治そうとして病気になる危険があります。安全な方法は、何も塗らない海苔を軽く炙ることです。焼きすぎないのがコツです。醤油に油を加えた油だれにつけて食べる。これが足を守る秘訣です。これなら栄養も守られ、吸収率は最大になります。神経が再生され、毎日の習慣が差を生みます。海苔和えなど、油と混ぜる工夫で続けやすくなります。要素の心配は無用です。足が腐るリスクに比べれば、量を守れば問題ありません。成人の1日推奨量は8万150マイクログラムです。海苔 1g に5マイクログラム程度。
1食分なら甲状腺に影響はなく安全です。むしろ海苔を避けて神経が破壊される方が致命的です。優先順位を間違えないでください。昆布やわかめは含有量が高いので注意。バランスが大切です。今日から実践すべき生存量は1日大判海苔2枚です。小さな海苔なら16枚以上。この量の違いを理解してください。糖尿病薬を飲むあなたにとって海苔2枚は薬より重要な神経の生存圏です。薬は血糖値を下げますが10年後歩けるかは保証しません。未来を守るのは日々の選択です。薬は管理、栄養は補給。誰もあなたの痛みを買われません。自分の体は自分で守るのです。今日から食卓に油を添えた海苔2枚を。それはおかずではなく生存のためです。炎症を抑え神経を守る習慣があなたの足を最後まで守ります。継続が力です。しびれは最後の警告。無視すれば足はあなたのものではなくなります。後悔する前に行動を。堂々とした歩みのため答えは今日食べる海苔2枚にあります。未来は今日の食卓から始まります。今すぐキッチンへ。明日ではなく今この瞬間から変えてください。神経を守りがんを予防する海苔を美味しく健康的に習慣にしてください。役立ったらチャンネル登録と高評価をお願いします。あなたの行動が支えになります。あなたの健康な明日を応援しています。ご視聴ありがとうございました。